顕著に嫌ってしなくても嫌がる子が多いんですよ。まずはちゃんと様子見ますよね。で、男性もきっとそうだと信じたい。皆さんこんばんは。角原美希です。今日はテクニックというよりかは精神的なお話になるんですが、好きな人には許せちゃうスキンシップ。それについて話したいと思います。逆に、じゃあこれは好きな人じゃない人にやられたらどうなのかっていう話なんですけど、好きじゃない人にやられたら、うわ、やめてとか、そんな気持ちになる人が結構な確率でいると思います。では、お話ししていきますね。まず、これはね、通常時じゃなくて、ベッドの上で、そういうことが始まった時からカウントしてください。顔にスリスリしても嫌な顔をしないかどうか。夜だったら不精ひげが生えてる時もあるでしょう。あとは、汗かいてたり、テカテカしてる時でも、顔をこうやって近づけて、スリスリしても、こんな顔しないで、逃げないで、ビクッともしないで、こうやって、近くにいてくれたら、それはちゃんと思われています。本当はね、女の子って結構お肌が、男性もいるかもしれないけど、デリケートな人が多いから、髭が生えてるのでスリスリされると、顕著に嫌ってしなくても嫌がる子が多いんですよ。だから男優さんとかは本当にちゃんと朝も剃ってるし、撮影が始まる、カメラが回る直前にもまた剃ってくれたりするくらい気をつけてくれてらっしゃるんですが、ね、なかなか普通に生活してると朝だけになりがちじゃないですか。だからそんな状態でも受け入れてくれるっていう女の子はとっても優しいと思います。次、スリスリとかね、ハグハグした後、大体の人はキスしますよね。キスするとき、どんなキスしてますか？チュッチュっていう感じは、誰しもあるでしょう。最初、いきなりディープなことをする人って少ないと思うんですけど、まずはちゃんと様子見ますよね。で、様子見た後に、ディープなことをする。でも、ありがちなのが、唇からはみ出たオーバーリップでキスすることってないですか？興奮してる男性結構見られるなって私は思うんですけど、もう口を食べるかのように、リップ取れるかの勢いでベロベロ来る人がいる。これを女子的には結構これ嫌です。特に、すっぴんだったらね、まだいいとして、メイクしてる時にね、そんなベロベロされると、相手のことを思っても、そんな化粧品食べるの良くないよっていう意味でも気になるし、お肌べちょべちょなるのも、メイクと混ざってべちょべちょなるのも気になる。でも、好きな人だったら、これは許せる。もうどうなってもいい。どうにでもしてっていう気持ちになれる。だからこれを嫌がっている人は、ちょっとあなたとの距離を持ってまだ接している状態だと認識してください。ベロベロ系でいきますと、下半身を舐めた後のチュー。これ、男性もあるんじゃないですか？彼女とか好きな子だったら、自分のものを舐めてくれた後の口でもチューできる。けど特に愛情がない子だったら、ちょっとやめてとか。一番わかりやすいのは、よく現場でもあるんですけど、もう3人で複数プレイやるときとかね、たまにいるんですよ、団員さん。綺麗な口とだったらチューできるけど、いろいろ僕のも舐めて、あの子のも舐めた後の口とはできませんみたいな、ちょっとプロ意識ないなと私は思ってしまうんですけど、そういうこともあったりするんですね。だからもう、どんな体液が混入してても、キスしてくれる
キスできるっていうのは愛情がある証拠です。どうでしょう？あなたはどうですか？次、髪の毛を撫でられても嫌な顔しないっていうのは普通の状態っていうわけじゃなくて、女の子の下半身を触ったり指入れたりした後のちょっとね、ねちょねちょした手でこうやって触ってくる人がいるんですけど、多分ね、それは無意識にやっちゃってるんでしょうけどね、男性は。それを拒絶するっていうか嫌な子は多いです。さっき話した、まだ顔だったらね、ことを終えた後にちょっと洗い流せるけれども、髪の毛ってなかなか洗えないじゃないですか。特にそういうワンナイト系とかだと、ことをいたした後とか、ちゃんと帰ることが多いと思うんですけど、そういう時に汚れた髪で帰りたくないって女子は思うわけですよ。あと外出先だったらヘアアイロンとかね、コテを持ち運んでない時が多いので、お直しをしづらいから、やっぱり綺麗な状態で残したいって思うのが普通の女の子。それでも、ねちょねちょした手で触られても嬉しそうにして身を預けてくれたら、それは好かれている証拠です。ことをいたしている時に名前を呼んでくれるか、どうですか？これね、女子的に言うと、好きじゃない人とやってても、感じてなかったとしても、あんあん、喘ぎ声を出すっていうのは、まあ、誰でもできちゃう。まあ、激しくあんあんじゃなくても、はぁはぁでもね、吐息を出すっていうのは簡単にできることなんですよ。その中でも、呼び捨てなり、何々くんなり、名前を呼ぶっていうのは、結構思いがないとできないことですね。これはもう女子がっていうより、女子が好きな人には許せちゃうっていうか、好きな人にはやっちゃうことっていうより、男性もきっとそうだと信じたい。だからこれを悪用するなら、ね、もし例えばホストとか、そういう人たちが好きだよとかで、相手をつなぎ止めなきゃいけないときは、そういうことをいたしてるときに名前をいっぱい呼ぶっていうのは重要ってことですね。名前を呼ぶって、やっぱ、なかなかできないですよね。だから、AV のラブラブイチャイチャ系作品とかって、先輩だったり、部長だったり、なんか、名前じゃなくても、その人の、そういう役職とかでも言うことが多いんですよ。やっぱ好きな人でやってるっていう設定の時はね。だから女の子に名前呼ばれてなくて、ただ、はぁはぁあんあんだけで終わった時、これはもしかしたら体の関係だけだったのかもって思っといた方がいいです。じゃあ次、好きな人になら許せちゃうこと。ベッドの上で、いざ合体しました。向こうがすんごい抱きついてきた時、男の人が抱きついたとします。ギュって。その時に、相手の女の子も腕を回してくれたら、それは好かれてます。好きじゃない人にギュって密着されたら、まあ、拒絶はしないけど、もう、こうだよね。ただこれで、はぁはぁ、あんあん言ってると思います。これでも気持ちよさだけ、あなたに求めているのは、あなたの愛とか好きが欲しいんじゃなくて、ただ棒が欲しいのよ、みたいな。ただ棒が欲しいっていう感情の時はだいたい手が触れ合ってないですね。これ結構ね、撮影の作品の中でも結構わかりやすい。特に素人さん系の女優さん見てると、今気持ち入ってんなとか、今もう嫌だって思っちゃったよなっていうのが、これを見て結構わかります。もう声ではいくらでもね、感じてる声出してるんだけど、手とか足の先に出ますね。脱力してこうやって
足先まで脱力してるときはもう気持ち入ってない女性が大半ですね。次。これ言う人は少ないかもしれないけど、合体した後とかって結構女の子って目つぶりがちだと思うんですね。その時に目開けてって、こっち見てとか言ってみてください。その時にちゃんと見返してくれたら、それは好かれてます。でも、例えば、恥ずかしくて目開けられないとか、好きな人にはそんなこと言わないよ。好きな人に見てって言われたら見るもん。だから見たくないから見てない。ちょっと自分の世界に入っとかないと、ちょっとっていう気持ちの時は目閉じてますね。言わなくても、もうガンガン見てくれてる女の子は、ガンガンなんならね、後ろから入れられてても、振り返ってまで見てくれる子はもう超あなたのこと好きですよ。可愛いなって言ってあげてください。終わった後とかにね。本当の接客業のプロの方たちは、今私が言ったことを全部受け入れてるっていうか、ちゃんとできて、私はあなたのこと思ってますっていうアピールができてる方が多いと思います。そういう職業の方たちのプレイ中のことは見たことないので、ちょっと厳密には語れないんですけれども、でも普通の人だったら、やっぱり 100% の演技っていうのはできない。やっぱり言葉、視線、表情、手先とかにやっぱり出てしまうものなので、そこを読み取って自分はどう思われてるか判断してみるといいと思います。今話したことは潔癖症じゃない人にも嫌がられちゃう行動なんですよ。だからそこはちょっと気をつけてみるといいかもしれないですね。汚い手では首から上触りすぎないようにするとか、よだれを溢れさせないようにするとか。これをやっとけば少なくとも嫌がられる、この人に苦手って思われることは大幅に減りますので気をつけてみてください。なんか今日は上手に話せなかった気がします。やっぱりテクニックについては話せるんですけど、これ心情について話すって難しいですね。でもやっぱり愛のあるね、ちょめちょめをやってほしいって思うんですよ。快感のためにするのも悪くないし、個人の自由なんですけどね。でも女の子って好きじゃない人とやっても、やる回数に応じて気持ちが持ってかれることって結構あるんですよ。なので、やっぱり落としたい女の子がいるんだったら、回数、最初から付き合う前からやるっていうのも、ね、そういう古風な人は嫌って思うと思うんですが、体を重ねるときにこのことも注意しながら、彼女の好きなボルテージが上がってってるなっていうのを確認して、楽しい暑い夜をお過ごしください。聞いてくださりありがとうございました。今日のお話ちょっと自信ないっていうのが正直なところなんですが、チャンネル登録引き続きしていただけると大変嬉しく思います。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。